もしも好転が1週間だったら、少し目を閉じて想像してみてください。地球はたった7日で太陽を一周します。つまり月曜が元日です。そして日曜が大晦日になります。さらにその翌週、また月曜。つまり毎週、新年です。ですが、まず安心してください。生きられる時間の量は今と同じです。約80年分の時間はちゃんと生きられます。ただし、この世界では1週間が1年です。そのため、毎週1歳ずつ年を取ります。つまり、今の世界の1年で52歳になります。この世界の平均寿命は約4000歳となります。そんな世界で本当に困るのは季節です。なぜなら、春は月曜、そして水曜にはもう真夏です。さらに木曜後半には紅葉が始まり、土曜には雪が降ります。つまり1週間で春夏秋冬が終わります。そこで人類は最初は混乱しました。しかし、すぐに進化を始めます。例えば家族旅行です。3泊4日で出かけるとします。初日は半袖でちょうどいい。ところが3日目には長袖が必要です。帰る日はダウンを着ています。その結果、荷物が倍になります。すると、とある一人の自称天才が気づきました。荷物が多い。そうだ。全部まとめればいい。まず、前側を冬用。そして、後ろ側をほぼ裸にしてみました。そうです。貧乏ちゃまスタイルです。あれ、なんか寒い。次に作ったのは、左側は半袖、短パン。右側を長袖、長ズボン。あれ、なんか寒い。しかし、彼は諦めません。次に、彼は思いつきました。左と右を交換すれば、その瞬間、彼は思いました。これだ、これが正解だ。こうして彼の戦いは続くのでした。さらに違う場所では、ワンタッチで裏返せる服です。表は夏用、裏は冬用。どんな構造なのか、すごい発明でした。そんな服が一般的になった頃、とある会議中、全員が一斉に裏返します。ところが、上司だけ表のままです。そして、誰もそのことに触れません。一方、地球は止まりません。そしてまた、月曜が来ます。
また春が始まります。人類は今日も本気で無駄なことをし、本気で進化を続けています。それでも地球は回り続けます。そして私たちは毎週年を取ります。それでは少しだけ真面目に考えてみましょう。地球が1週間で公転するということは、私たちの感覚が根本から変わるということです。春は月曜に来ます。そしてすぐ去ります。しかし来週また来ます。それを約4000回繰り返します。桜は何度も咲きます。何度も散ります。では私たちはその一回一回をちゃんと覚えていられるでしょうか。今の世界では春は1年に1度です。だからこそ特別です。待つ時間があるから価値があります。もし待つ時間がほとんどなくなったら、季節はただの背景になるかもしれません。嬉しい出来事も悲しい出来事も流れる速度が速くなります。今でも私たちは言います。1年が早いと。それは公転が早くなったからではありません。経験が減ったからだと言われています。新しい体験が少ないほど時間は短く感じられます。もし1週間で1年が終わるなら、私たちは毎週春を見て夏を耐え、秋を眺め、冬を迎えます。それでも心は追いつくでしょうか。確かに季節は早いです。感じる余白が短いのです。誕生日も同じです。毎週年を取ります。しかし本当に変わるのは体ではありません。体は今と同じ速度でしか変わりません。変わるのは数字だけです。年齢が4000を超えても、心の成熟が4000年分あるとは限りません。数は増えても、深さは増えないかもしれません。時間とは量でしょうか。それとも濃さでしょうか。もし公転が1週間なら、私たちは毎週人生を区切ります。毎週新しい1年が始まります。やり直せるようで、実はやり直せません。なぜなら生きられる時間は同じだからです。早送りの季節の中で何を選び、何を見て、何を覚えていくのか、それがこの世界の問いになります。地球は太陽の外側を早く回ります。しかし
人は急ぐ必要はあるのでしょうか。それでも人類は考えました。毎週が1年では疲れると、毎週新年ではありがたみがないと。そこで決めました。50回目の夏を1年とする。春も夏も秋も冬も毎週来ます。しかし祝うのは50回目だけ。区切りを減らしたのです。すると不思議なことが起きました。50回目の春が少しだけ特別になりました。49回目の春はただの通過点です。50回目だけ意味を持ちます。ただ48回目の春が来ると、人々はそわそわし始めます。人は区切りを作る生き物です。自然にあるのではなく、自分で決めたところに線を引きます。しかし問題がありました。50回もちゃんと数えられるのか。最初はみんな数えていました。今23回目だ。いや、24回目だ。国同士で喧嘩も始まります。世界会議。我が国では今は39回目の秋だと思っている。私の国では38回目の秋だ。そのうち曖昧になります。まあ、だいたい40ぐらい。そして人類はまた進化しました。世界に一つだけの基準夏時計を作ったのです。50回目の夏にだけ音が鳴ります。ポーン。それが新しい元日です。世界中がその音を待ちます。便利になりました。もう数えなくていいのです。しかしある年、なぜか45回目でなりました。ポーン。世界は言いました。今年は少し早く感じたな。誰も疑いません。なぜなら時計が鳴ったからです。その年、受験の偏差値が少し下がりました。企業の決算も下方修正が多くなりました。でも原因はわかりません。時計は正しいはずだからです。時間は自然ではありません。私たちが決めたものです。そして私たちは決めたものを疑わなくなります。それでも50回目の夏を待つ人々、ただ長く感じる。連休がない。30回目の夏から31回目の夏までは世界休日デーにしよう。人は区切りを減らしたはずなのに、また増やします。それでも地球は回り続けます。春も夏も秋も冬も何度も来ます。
しかし意味を持つのは鳴った瞬間だけです。ポーン。それが本当に一年でしょうか。それともただの音でしょうか。もし音が止まったら私たちは年を取らないのでしょうか。それでも心は静かに年を重ねていきます。地球よりもゆっくりと地球は今日も回っています。ある日、一人の人が言いました。今週の夏、晴れるかな？4週連続で夏、雨だもんな。久しぶりにプールでも行きたいな。でもさ、今日の大雪で多分夏まで雪積もってるぞ。じゃあ今週もプール無理だな。そうだな。そういえばこの大雪でサンタが空港で足止め食らってるらしいぞ。485夏前は結局次の冬になって俺もサンタに就職しようかな。基本的には冬のみ仕事だろう。結構楽だよな。土曜だけ仕事って。お前やめとけ。日給月給だぞ。しかも今空港で足止めしているサンタのこと考えろよ。このままあと2日もすればあの格好で夏だぜ。やめとくか。じゃあさ、ライフセーバーは？あれも日給月給。じゃあ水曜にアイスとかき氷売って土曜に焼き芋でも売ろうかな。ダメ。それダメ。なんでだよ。俺がやるんだ。じゃあ2人でやろうぜ。よし、これで1週間で2日働けばいいんだ。人生勝ったー。でもさ、なんかさ、季節めんどくせえ。ハワイでも行くかな。そういえばハワイほぼ夏。なんで今まで気づかなかったんだろう。結果ハワイの人口12億人。そして騒がしい日常もやがて平凡な日になります。人はどんな環境にも慣れていきます。春が毎週来ても夏が何度巡ってもそれはただの風景になります。けれども寿命は変わりません。約29000日。それは今の世界と同じです。何回好転しても何回夏がなっても一日の長さは変わりません。朝は来て夜になります。心臓は同じ速さで鼓動します。年齢が4000を超えても今日という一日は一回きりです。区切りは私たちが決めました。
時計も私たちが作りました。夏を数えるのも春を祝うのもすべて人間の都合です。しかし太陽はそれを知りません。地球はそれを気にしません。ただ回り続けます。早くなってもゆっくりでも回るという事実は同じです。私たちは今年こそと何度も言います。けれども本当に大切なのは今年が何回目かではありません。今日何をするかです。春が特別なのは回数が少ないからではありません。見上げるからです。夏が眩しいのは一年に一度だからではありません。感じようとするからです。時間は量だけではありません。濃さでもありません。向き合った分だけそこにあります。もし好転が1週間でも私たちは同じだけ迷い、同じだけ笑い、同じだけ悩みます。そして同じだけ年を重ねます。鳴る音が増えても区切りが増えても生きる速さは自分で決めるしかありません。地球は早く回るかもしれません。けれど心まで急ぐ必要はありません。それ中でまた月曜が来ます。また春が始まります。何度目の春でも今日の春は一度きりです。もしも好転が1週間だったらあなたはどんな世界を想像しましたか？そしてあなたならどんなもしもになりますか？